朝鮮労働党と朝鮮革命の発展において重大な政治的出来事である朝鮮労働党第8回大会では、主治110年2021年1月5日から7日まで党中央委員会第7期活動報告がありました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である金正恩同氏が党中央委員会の活動報告をしました。金正恩同氏は党中央委員会の活動報告の前の部分で、朝鮮労働党第7回大会が与えた栄誉の重き使命を果たすために、党中央委員会が総括期間行った活動に対する指導について概括しました。党中央委員会は、総会をはじめ主な党の会議を定期的に開いて、第7回党大会の決定実行のための時宜にかなった対策と措置を取り、その実行へと全党全国全人民を奮い起こして大きな成果を収めました。報告は、対外対内の厳しい情勢下で、経済をはじめ各分野の活動では深刻な欠点が現れたが、これは新たな発展段階、社会主義業の前進の過程に現れた変更で、我々の知恵と力でいくらでも是正し解決できる問題であると指摘しました。敬愛する金正恩同氏は、1、総括期間収められた成果で、総括期間、朝鮮労働党と朝鮮人民が収めた誇らしい成果について誇らしく総括しました。報告ではまず、総括期間、人民大衆第一主義の政治を具現する過程に収められた成果が総括されました。第7回党大会の決定実行のためのこれまでの5年間の戦いで収められた最も輝かしい成果は、朝鮮革命の一番の原動力である政治的思想的力が著しく拡大され強化されたことです。党中央委員会は総括期間、人民大衆第一主義の政治を党の存亡と社会主義の聖杯を決する根本問題、基本的政治方式として前面に出して揺るぎなく一貫させ、党と人民の一心団結を一枚岩のように打ち固める上で、社会主義業の主体を強め、その役割を高める上ではっきりした成果を収めました。すべてを人民のためにすべてを人民大衆に依拠して、これは総括期間、党中央委員会が寸分の狂いもなく譲歩もなく堅持した指導思想の中核でありました。報告は、党中央委員会が人民大衆第一主義を国家の強固な政治風土、党風、国風に固着させるための用意周到な政治構成を展開したことについて分析しました。そして党と国家のすべての活動が人民への献身の奉仕で徹底されたことに触れました。報告は、情勢が厳しく困難が折り重なっても、また内在する欠点があるとしても、人民大衆第一主義の政治を徹底させれば、不利なすべての主観的客観的要因を十分克服して、社会主義建設における膨大な課題を容易に解決することができるというのが、総括期間改めて確証された貴重な哲理だと強調しました。金正恩同氏は報告で、労働党と人民が総括期間、自らの力を増大させるための戦いで収められた成果について総括しました。第7回党大会が示した自力更生の精神とその実現のための闘争方針は、党の総会でさらに深みがあるよう具体化されて実践に具現され、その過程に我が党の自力更生の戦略は、敵対勢力の卑劣な制裁策動を自強力の増大、内的原動力強化の絶好のチャンスに反転させる攻撃的な戦略に、社会主義建設で恒久的に堅持すべき政治路線に発展しました。報告は、経済建設分野でたとえ見込まれた戦略目標に到達できなかったものの、これから自力で経済発展を促す貴重な元手がもたらされ、ここで意義ある成果は、朝鮮式社会主義の存立の物質的基礎で生命線である自律的民族経済、社会主義経済の枠を堅持し、その命脈を守ったことだと述べました。金正恩同氏は報告で、国家の核戦争抑止力と自衛の国防力の強化のための戦いで収められた成果に触れました。報告では、
核武力の近代化の目標達成を志向した、すっかり新しい核能力を整えるための革命的な大転換を主導した歴史的過程についてつぶさに述べました。国家核武力建設の大業の完成と引き続く発展は、敬愛する金正恩同志を主犯とする党中央委員会のリーダーシップの勝利であると同時に、不屈の自主的信念と強い精神で不死身のように奮闘してきた国防科学者と朝鮮人民皆の偉大な勝利となります。報告は、総括機関、敵対勢力の必要な軍事力増強策動に対応して、国防科学部門で新たな先端兵器システムを連続して開発し完成するようにして、我が国家の軍事的技術的強制を不可逆的なものにし、戦争抑止力、戦争遂行能力を最上のレベルに引き上げたことについて総括しました。そして総括機関、人民軍を再精鋭化強兵化する上で大きな進展がなされたことについて総括しました。金正恩同志は報告で、総括機関、共和国の対外的地位が著しく上昇したことについて総括しました。党中央委員会は、平身路線の偉大な勝利を収めた後、積極的な対外活動を展開して、国家の尊厳と威を高いレベルに引き上げました。総括機関党中央委員会は人民の屈することのない揺るぎない自主の精神と共和国が備蓄した偉大な力に依拠して共和国の戦略的地位と威を大幅に引き上げ、これは朝鮮労働党の尊厳と権威、偉大な我が人民の地位を象徴しています。報告は、領土と人口も大きくない帝国主義反動勢力の包囲の中にいる共和国の対外的地位で飛躍的な上昇の変化が起きているのは、我が党と人民が長期間にわたる血みどろの戦いを通してもたらした尊い賜物で、ひたすら労働党の路線と政策を絶大な真理として信じ、困難が折り重なるほど党の周りに一層固く結集した人民の偉大な団結が生んだ歴史の奇跡だと強調しました。敬愛する金正恩同志は2、社会主義建設の画期的な前進のためにで、総括機関、経済文化建設と国防建設、国家社会管理、勤労者団体の活動状況について、欠点と教訓を主として分析し総括して、今後の新たな前進と発展のための重要課題を示しました。金正恩同志はまず、国家経済発展5カ年戦略遂行の状況と、新しい展望計画について厳正かつ詳細な分析を加えました。報告では、厳しい対外対内情勢が続き、予想外の挑戦が度重なるのにふさわしく、経済活動を革命的に改善できなかったので、国家経済の成長の目標が甚だしく未達され、人民生活の向上ではっきりした進展を見られない結果が真剣に総括され、各部門に山積している不信状態とその原因について指摘されました。報告は、今後5年間の経済分野での闘争戦略を明らかにしました。現段階で我が党の経済戦略は整備戦略補強戦略として経済活動システムと部門間の有機的連携を復旧整備し自律的土台を固めるための活動を推し進めて経済を外部のいかなる影響にも揺るがず円滑に運営される正常軌道に乗せるのを目的としていると強調しました。国家経済発展5カ年計画の相対的方向は、経済発展の要となる部門に総力を結集して、人民経済全般を活性化し、人民生活を向上させるしっかりした土台を構築することです。新たな5カ年計画の中心的課題は、金属工業と化学工業をキーポイントとして投資を集中し、人民経済の各部門で生産を正常化し、農業部門の物質技術的土台を固め、軽工業部門に原料と資材を十分供給して、一般消費財の生産を増やすこととなっています。報告は、国家経済の現況と潜在力に基づいて持続可能な経済上昇と人民生活のはっきりした改善と向上を目指すのを目標として作成された新たな5カ年計画を示しました。
新たな5カ年計画は、現実的可能性を考慮して国家経済の自律的構造を完備し、輸入依存度を下げ、人民生活を安定させるための要求を反映しています。金正恩同志は報告で、主要経済部門別の現況と整備発展に関する問題に詳しく触れました。報告に示された主要経済部門別の現況と整備発展に関する科学的な分析と明確な方針は、自立経済の物質的技術的土台を固め、外部の環境の変化に影響されず、経済建設を計画的に安定的に推し進めることができる強力な実践的武器となります。金正恩同志は報告で、新たな5カ年計画期間、人民の職移住の問題解決で必ず突破口を開き、人民が肌で感じる実質的な変化と革新を成し遂げようとの我が党の確固たる決心を披きしました。また、国家存立の礎石であり、国と人民の尊厳と安全、平和を守る頼もしい保障である国家防衛力を持続的に強化するための革命的立場を厳かに鮮明しました。報告は、朝鮮半島と世界の平和と安全を保障しようとの1年から、地域の緊張激化を防ぐため、我が党と共和国政府が善意のある努力と最大の忍耐を見せたが、アメリカの対朝鮮敵視政策は弱まるどころか、反対に強まったことについて分析しました。そして、強力な国家防衛力は決して外交を排除することなく正しい方向へと促し、その成果を保障する強力な手段となると強調し、目下の情勢の中の現実は、軍事力強化で満足とはありえないということを改めて実証していると分析しました。また、人民軍が、全軍キミルソン・キム・ジョンイル主義下を軍建設の相対的任務として、朝鮮労働党化した革命的党の軍隊先端化した近代的な軍隊に、我が国家と人民の頼もしい守り手として、一層しっかり準備していくための重要課題を示しました。報告では、国防工業を飛躍的に強化発展させるための中核的構想と重大な戦略的課題が示されました。そして国家防衛力を固める上で絶対おろそかにできない重大な活動である全人民公選の準備を完成するための深みのある課題に触れました。金正恩同志は報告で、科学技術の発展を促して自力不況自力繁栄の活路を革新をもって切り開くための課題を示しました。そして報告で総括機関、社会主義文化建設で収められた成果と経験、欠点と教訓について指摘しました。また、共和国の地位が急激に高まり、革命が新たな段階に至った現実にふさわしく、国家社会制度を一層強化発展させるための課題を示しました。金正恩同志は報告で、党のベルト外郭団体である勤労者団体組織を強力な政治組織、社会主義建設の強力な勢力に強化するための重要課題を示しました。敬愛する金正恩同志は、3、国の自主的統一と対外関係の発展のためにで、国の自主的統一と対外関係の発展のための重要な問題に触れました。報告は、目下の情勢と移り変わった時代の要請に合わせて、南朝鮮問題を考察し、北と南の関係についての労働党の原則的立場を示しました。そして、北と南の関係の今の冷却局面が、どの一方の努力だけで解決される問題でなく、しかも時間が流れればおのずと解消されることでもないと判断し、心から国の平和と統一を望み、民族の運命と時代の未来を思うなら、今の重大な状況をこれ以上傍観してはならず、破局に瀕した北と南の関係を収集し改善するための積極的な対策を講じなければならないと指摘しました。また、北と南の関係に対する原則的立場を次のように示しました。それは、北と南の関係で抜本的な問題から解決しようとの立場と姿勢を持ち、相手側への敵対行為を一切中止し、北と南の間の宣言を重く対し、真面目に履行しなければならないということです。報告は、
これまで順調に発展していた北と南の関係が一朝にして凍りつき、対決状況へと逆戻りした主な原因について指摘しました。そして、南朝鮮当局が二面的で公平を欠いた思考観点を持って、挑発などと引き続き共和国に難癖をつけるときには、我々もやむを得ず、南朝鮮をこれまでとは違う相手にするしかないだろうと厳しく警告しました。さらに、南朝鮮当局がアブノーマルで反統一的な形態を厳しく管理し、抜本から取り除くとき初めて、強固な信頼と和解に基づく北と南の関係改善の新たな道が開かれるだろう。現時点で、南朝鮮当局に前のように一方的に善意を見せる必要はなく、我々の正当な要求に応えるだけ、北と南の合意を履行するため動くだけ相手にすべきだ。南朝鮮当局の態度遺憾によって、近いうちに北と南の関係が再び3年前の春のように、民族の願い通り平和と繁栄の新しい出発点に戻るかもしれないと述べました。金正恩同志は報告で、対外関係を全面的に拡大し発展させるための労働党の相対的方向と政策的立場を示しました。報告は、目下の国際情勢と共和国の対外的環境を掘り下げて分析しました。総括機関、我が党の対外活動の主な総括と結論は、無謀に振る舞う敵対勢力と強権を振るう大国に対しては、強対強で立ち向かう戦略を一貫して堅持するということです。報告はこれについて確言し、我が国家の戦略的地位にふさわしく、対外関係を全面的に拡大し発展させて、社会主義建設を政治的外交的に頼もしく裏打ちするのを、現下の対外活動の相対的方向に規定づけました。そして、これに即して、対外活動部門で堅持すべき原則的問題を明らかにしました。労働党の尊厳を守り、国威を引き上げ、国益を守ることを共和国の外交の一番の使命とし、対外活動において自主の原則を揺るぎなく堅持すべきだ。我々の自主権を侵奪しようとの敵対勢力の策動を粉砕して、我が国家の正常な発展の権利を守るための外交を公正的に展開しなければならない。対外政治活動を、朝鮮革命発展の主なハードル、最大の主なる敵であるアメリカを制圧し屈服させることに焦点を合わせて施行させるべきだ。アメリカで誰が大統領になろうと、アメリカという実態と対朝鮮政策の本心は絶対変わらないだろう。対外活動部門では、対米戦略を策略をもって樹立し、反帝自主勢力との連帯を引き続き拡大しなければならないと述べました。報告は、対外宣伝部門の役割を強めて、敵対勢力の反動的構成を粉砕して、国家の威容を高めることについて指摘しました。そして、対外活動部門で社会主義諸国との関係をさらに発展させ、自主性を目指す革命的党と進歩的な党の間の団結と協力を強め、世界的範囲で反帝共同闘争を果敢に展開して、国家の対外的環境をさらに有利に変えなければならないと述べました。報告では、朝鮮半島と世界の平和安定を固く守ろうとの労働党の揺るぎない意志が示されました。報告は、新たな朝米関係樹立の鍵は、アメリカが対朝鮮敵視政策を撤回するところにあるとし、これからも強対強、全対全の原則でアメリカを相手にするとの我が党の立場を厳かに示しました。また、共和国が責任ある核保持国として、侵略的な敵対勢力が我々をターゲットにして核を使用しない限り、核兵器を乱用しないと改めて確言しました。党中央委員会の活動報告で、共和国の自主権を尊重する世界のすべての国との友好と団結を強め、真の国際的正義を実現するための我が党の対外政策の立場が示されて、新しい総括機関、共和国の対外的権威と国際的影響力をさらに高める戦略戦術上の指針がもたらされました。敬愛する金正恩同志は4、党活動の強化発展のためにで、
総括機関、党の強化発展のための活動で収められた成果を総括し、時代と現実発展の要請に即して、党活動を改善強化するための課題と方途を示しました。報告は、全党に党中央の唯一的指導システムが確立され、党の戦闘力と指導力が著しく強化され、党の基礎を全面的に細部にわたって整備補強したのが、総括機関党活動で収められた尊い成果だと評価しました。報告では、朝鮮労働党が人民大衆第一主義を政治理念とするその使命と任務に忠実であったことも強調されました。そして、朝鮮革命が新たな発展の時期跳躍期に入ったことにふさわしく、党活動を抜本から革新するための重要な課題と方途に触れました。さらに、党活動を抜本から改善するための方途を示しました。金正恩同志は報告の終わりの部分で、党中央委員会の活動報告を通じて、我々の活動で収められた成果と欠点、その原因と教訓について、これからの闘争方向と具体的な方途について深く認識し、集団的な協議を経て共通した見解に基づく戦略的戦術的方針を確定できたことに触れました。敬愛する金正恩同志は、すべての代表者が朝鮮労働党の指導思想に立脚し、党員としての強い責任感を持って提起された内容と問題を深く研究し協議するものと期待し、偉大なキム・イルソン・キム・ジョン主義の旗高く、党中央の周りに固く結集して、社会主義建設での新たな飛躍と勝利のために、偉大な我が国家のために、偉大な我が人民のために奮闘しようと熱く呼びかけました。